皆さんこんにちは、わたたびです。現在、三重県と和歌山県の県境に来ているんですが、今回は変わった地形にある集落に行ってみたいと思います。和歌山県と奈良県、そして三重県との県境にある複雑な場所で、集落は三重県の熊野市になります。北山川の大きな蛇行によって形成された馬の蹄鉄のような形をした木津呂集落です。集落を囲む北山川の河口付近は熊野古道の一部として世界遺産になっています。それでは周辺を散策しながら向かいたいと思います。川の対岸にある山から木津呂集落を見渡せるビューポイントがありますが、残念ながら無断立ち入りによるマナーの悪化や住民への迷惑行為が増え、その山は現在立ち入り禁止となっています。和歌山県と三重県の県境に入りました。和歌山県に入ったり三重県に入ったりを繰り返しています。三重県に入りました。そして地図を見ていると、市街地から少し離れた場所に小学校が確認できるので行ってみます。マジでちょっと見てみようか。こんなとこに小学校あんの？この上にね、なんか小学校があるみたいです。ナビではね、この小学校があって、その奥に中学があるみたいですね。ただ、小学校跡って書いてたんで、廃校だと思います。荒れてますね。昭和54年の時点で、開校100年の、石碑が立ってるんで、あと2、3年で、150年ですね。150年前に建てられた、学校のようです。入り口はもうこんな感じですね。倒壊してます。なんか黒板とかまだ残ってます。中に入るとね、不法侵入になっちゃうんで、外から見るとこんな感じですね。まだね、椅子とか残ってますね。廊下、意外とね、綺麗なんですよね。ここは教室だと思うんですけど、奥にも中学校もあんねん。ああ、一緒になってんねんな。そうなんです。今俺ちょっとちらっと覗いてきたのが小学校なんやけど、その奥にも中学校がどっちもね、めちゃくちゃ立派な建物で、なんていうかな、生徒数も何百人。ここから林道のような道に入り、布引の滝を目指します。
水の色が恐ろしいほど綺麗です。これは四万十川にも負けないぐらいの綺麗さですね。ちょっとだんだんこう道がね、落石が多くなってきました。あ、なんか滝がちょこちょこ。滝がいっぱいえね。松山滝。どこや。あれ左に立派な滝がほら。すごいね、苔むした世界ですね。で、こちらにね、松山岳っていう落差20メートルぐらいですかね、大きな滝があります。ちょっと霧が上がってきた。結構ね、霧が発生してます。ちょっとね、視界が悪くなってきましたね。滝はもうこの先みたいですね。すごい。滝すごい。滝やん。あれすごいね。あれが布引きの。布引きの滝。降りれんねや、下まで。降りへんけどさ。どこまで降りれるの？雨上がり近くまで見れるのか。落石。この先はもう通行止めなんだね。なるほど。あれ？神社がある。でもそこは行けるのか。行ける。はい、駐車場っぽいとこに到着しました。この先は何かわからないですけど、渡れるみたいですね。ロープ張ってある、左右はね、もう木が腐って、底が抜けてます。なので、この橋もちょっと渡るの怖いですね。で、こちらになぜか鳥居があります。なんかちょっと行ってみます。昨日ね、夜大雨降ったんで、足元がかなり悪いんでね、行けるとこまで行ってみます。神社があるんですかね。かなりね、上の方まで続いてますね。しんどい。もしかしたら今、雲海の中にいてるんかもしれません。今度下ってますね。やめとくか。どうしよう。どこまで続いてるのかわかんないんでね。そもそも神社があるのかもわからないんで。あそこですね。神社というよりもね、お地蔵様が立ってますね。小物巣がすごい。こちらです。多分ね、すごいいい景色だと思うんですけど、霧で何も見えません。はい、こんな感じですね。不動明王、こんな山奥ですけど、ちゃんとね、人が管理してありますね。すごい。霧が出てて、薄気味悪いですね。ちゃちゃっと降ります。はい、帰ってきました。滝の方見に行きたいと思います。滝はね、もうすぐそこです。不動明が祀られてます。で、こっちなんですけど、この下はね、遊歩道になってますね。滝壺まで多分行けると思います。ただかなりの距離とかなりの高低差があるんで、行きませんけど、滝壺まで行けると思います。はい、こちらがね、滝の展望台になってます。
うわ、すごっ。こちらですね。いや、すごいですね。めちゃくちゃ壮大な景色です。で、この辺りはね、もうちょっとね、葉桜になっちゃってますけど、満開の時に来たら、桜と滝のすごくいい絵が撮れそうですね。それでは、集落の近くにある産業遺産に寄り道します。思ったより交通量が多いな。そうやね。うん。うわ、すごい。これってここ止めたらいいのかな。はい、到着しました。ここは紀州鉱山選鉱場の跡地ですね。坑道で、採掘した銅とかを、ここで選別していたみたいですね。24時間操業していたので、不夜城とも呼ばれていました。昭和12年着工、14年完成、昭和53年で閉山してますね。総面積が2200坪、高さ75メートルで、日本第2位の規模でした。で、完成当時の先行処理量は1日1000トンで、東洋一だったみたいです。残念ながら入ることはできません。はい、下から見学するっていう感じですね。こっちにね、坑道の跡があります。中は真っ暗ですけど、10メートルぐらい先に柵がされていますね。ここからだとね、全貌を見ることができます。建物の奥の方はレンガ造りになってますね。人工物にね、草木がね、生い茂って神秘的になってます。栄えてた当時は眠らずね、24時間作業が行われていた場所です。なんかロマンを感じますね。すぐそこね、道の駅なんでちょっと寄っていきます。多分営業時間外だとは思いますけど、やってるのかな。やってる雰囲気はなかったな。どうなの。はい、道の駅からもね、選鉱場がよく見えます。で、この建物の向こう側が、この鉱山に関する、資料館になってますね。興味がある方はね、ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。はい。ちなみに道の駅は今営業時間外なんで、トイレだけ済ましておきます。はい。では、集落の方に向かいます。
集、イノシシ、猿出没。クマじゃなくてよかったね。謎の階段がある。何か、神社かな。神社っぽい。左に降りる道もあるな。あ、これか。違う、こっちか。ちょっと道がよくわかんない。こっちかな。これです。よいしょ。よいしょ。はい。到着しました。はい。到着しました。こちらはね、三重県の熊野市にある木津呂集落っていう集落ですね。こちらの建物はですね、もう廃校にはなるんですけど、イルカ小学校ですね。イルカ小学校の木津呂分校跡になります。ここにもね、人の暮らしがあるんで、三重観光のホームページではですね、この学校の跡地に車を駐車してくださいと書いてありました。すぐ横にもね、家とか、あといろいろね、何か育てられてますね。せっかくなんでちょっと見てみます。こちら、物置ですね。物置とトイレになってます。で、トイレは施錠されてて使えないですね。あ、すごい。中はこんな感じですね。待合室って書いてますね。その向こうの扉は寝室って書いてて、一番突き当たりは食堂って書いてますね。なんで今は学校の跡地を何かにね、利用されてるのかもしれません。ここは水道になりますね。小学生の身長に合わせてかなり低い位置にありますね。僕の太ももよりちょっと下ぐらいの位置ですね。すごく時代を感じる洗濯機ですね。こっちの建物はですね、なんか会議室みたいになってますね。やっぱりこの学校の跡地を今何かに利用されているのかもしれないですね。人口の方がですね、ウィキペディアの情報では2015年の時点で人口11人だったそうですが、今は何人いてるんでしょうか。この集落はですね、林業で栄えた集落で、最盛期は人口500人を超える規模の集落だったそうです。すぐそこにね、川が流れてるんですけど、上流はね、林業で栄えていて、この下流の木津呂集落は伐採された木材をいかだで流すための中継地だったそうです。で、道路の開通や林業の衰退などが重なって、その影響でですね、住民は職を求めて離村が加速し、今では家が数軒残るのみとなっているそうです。すごくね、静かです。この建物、何だったんでしょうかね。自然に溶け込んでます。
なんか池がありますね。水が流れてます。何か養殖、これ学校のプールですね。これは飛び込み台ですかね。ゴミ捨て場があるんで回収に来てくれるみたいですね。すごい。で、この向こうは、グラウンド、ゴルフ場と書かれてますけど、今はもう利用されてなさそうです。いや、めちゃくちゃのどかな集落です。いや、これならちょっと住みたいと思うぐらいの、すごくね、いい場所ですね。倒壊したような家がね、一軒も見当たらないんで、おそらくね、この石垣の跡がね、これ家の跡じゃないのかなと思います。もう住んでない家は取り壊してるのかなと思います。2015年の時点で十数名だったらいくつかね、住んでない家もあるかもしれませんね。ここはね、鍵付きの柵になってるんで、動物を飼育してたのかもしれませんね。川の近くにもね、いくつか民家がありますね。電気は来てるんで心配ないですね。あとはガスとかやっぱり通ってないんでしょうね。プロパンとかでも運んできてくれるんですかね。集落のね、入り口にあった神社みたいなとこ行ってみます。こっちはさっきのね、河原沿いにあった民家に出るみたいですね。かなりね、急な階段の先に神社があります。こちらが神社ですね。この神社もめちゃくちゃ古そうです。集落自体はね、やっぱりそんなに広くないんですけど、一回ね、行けるとこまで行ってみます。この辺りは住んでなさそうですね。民家の向こうはもう森ですね。奥にね、進むにつれて家もね、少なくなってきて人気も感じないですね。なんか宿泊施設だったんですかね。なんかそんな感じの建物ですね。周辺道路案内図が出てきました。釣り人が来るんですね、こんなとこに。周辺の案内図なんですけど、すごくね、ざっくりしてますね。新宮市から十津川温泉までの案内図が書いてますね。もうこの先は民家とかなさそうですね。これは何ですかね。何かを管理するものなんでしょうか。割と綺麗ななんか建物です。罠がありますね。イノシシ用とかの罠ですかね。これ人間が入ってしまった場合脱出できるんですかね。自分もね、罠にかからないように気をつけます。
の水は木津呂住民の大切な生活水です。どうか下にあるバルブなどに、触れないでください。ということは、水道が通ってないってことですかね、この集落には。割とね、新しい看板なんで、今も水は引かれてないのかもしれないですね。水を引っ張ってくるためのコンクリートの施設のようなものがこの森の中にあります。多分ね、こっちの方はね、人は多分ほとんど通ることないと思うんですけど、意外とね、道は荒れてないですね。ちゃんと管理されてると思います。歩いてみると結構広いです。若干ね、傾斜になってます。ちょっと登ってる感じですね。集落の入り口のちょうど反対側ぐらいまで来ました。集落をね、ぐるっと一周するような感じの道になってます。もともとこの辺は人の暮らしがなかったような感じがします。そういうね、人の痕跡みたいなのはないですね。ただの道路ですね。何か見つけました。なんだろう、これは。よいしょ。クモの巣。三重県って書いてますね。教会って書いてますね。じゃあ、こっちは和歌山ってことですかね。地図でね、確認したら、この川の向こうは和歌山みたいですね。いや、歩くと結構大変です。で、地図によるともうこの先で、道はなくなってるっていう感じなんですけど、どうなんですかね。行ってみます。ここから川の方まで出れますね。ダムの放流時は増水して危ないみたいですね。あんな上に何かあります。養蜂箱ですかね。ポツンと1個だけありますね。100メートル先で行き止まりみたいです。この先はですね、道が荒れ果ててます。せっかくなんで100メートル先まで行きます。終点ですね、ここが。これより先は、車両通行止め。ということは、徒歩だったら通っていいってことですかね。なんか道になってますね。川に降りれますね。これは車は通れないですね。はい。川の方まで降りてきました。対岸にも集落がありますね。はい。多分ね、泥橋の船乗り場だったと思います。はい。じゃあね、何もなかったですけど、引き返します。この人のね、暮らしの痕跡とかがあるのかなと思ったんですけど、何もなかったですね。先のね、行き止まりのところからだいたい歩いて15分かかりました。集落をね、一周するんだったら30分ぐらいかかりますね。この先 4WD 車以外、進入困難。行ってもいいってことですね。そんなに険しいんですかね。かなりね、急勾配になってますね。また川に出てきましたね。はい、川に出てきました。キャンプとかはね、禁止なんで。川の周りはこんな感じになってるんですね。で、一応車で来ていいみたいですね。タイヤの跡とかあるんで、砂浜みたいになってるんで、タイヤがね、この砂に取られるんでしょうね。鹿の足跡があります。このね、手前は、砂浜みたいな、砂なんですけど、川にね、近づくにつれてゴツゴツの石があります。バーベキューをしていいんだったら多分すごい人集まるでしょうね。これさっきのところに戻るのが大変ですね。もうめちゃくちゃ汗だくです。さっきね、ゴミ収集のトラックが来ました。やっぱりね、回収しに来てくれるみたいですね。